今日もお疲れ様です。ブルーミートークのあきりです。このポッドキャストでは日本語で働く外国人の皆さんに向けてビジネス日本語やコミュニケーション、そして仕事で役立つ様々な情報をお届けしています。さて、皆さんは最近日本についてこんなことを聞いたことはありませんか？日本の商品はとにかく安い。日本のホテルやレストランは自分の国よりも安い。日本ではこんなに安い値段で質の高いサービスを受けられる。外国人旅行者にとって今の日本は安くできる国になっています。ですが、日本で生活している人たちからは、食料品が高くなった。給料が上がっても生活が楽にならない。海外旅行にはもう行けないという声も聞かれます。海外から見ると安い国ですが、国内で暮らす人にとっては生活がだんだん苦しくなっている国。一体今の日本で何が起きているのでしょうか。今回のテーマは貧しい日本です。少し強いタイトルですが、日本が本当に貧しい国になったと決めつけるのではありません。円安、物価高、給料、企業の利益など様々な数字を見ながら日本が貧しくなったと感じるのはどういうことなのかを考えます。ではまずは現在の円相場を見てみましょう。円相場とは外国のお金に対して日本円がどのくらいの価値を持っているかを示すものです。日本国内で報道されるニュースではよく対アメリカドルと比較した円相場について報道されます。例えば1ドル160円のように表します。1ドルを買うために必要な円が増えると円安。反対に必要な円が減ると円高と言います。また、異なる国のお金を交換することや、その仕組みを為替と言います。例えば、日本円をアメリカドルに交換することも為替です。交換するときの比率を為替相場、または為替レートと言います。2026年7月24日の外国為替市場では、円は一時1ドル163円台まで下落しました。では、1ドル100円の時と1ドル163円の時では何が違うのでしょうか。例えば、アメリカで100ドルの商品を買う場合を考えてみましょう。1ドル100円なら必要なお金は1万円です。ですが、1ドル163円なら16,300円必要になります。同じ100ドルの商品でも日本円で支払う金額は6,300円増えます。反対に10万円をドルに変える場合はどうでしょう。1ドル100円なら1000ドルです。ですが、1ドル163円なら約613ドルにしかなりません。つまり、同じ10万円でも海外で買えるものが約 39% 少なくなります。この商品やサービスを買う力を購買力と言います。円安によって日本円の国際的な購買力が弱くなっているということです。内閣府が2025年12月23日に公表した資料によると、2024年の日本の一人当たりの名目 GDP は33,785 ドルで、OECD 加盟国の中で24位でした。名目 GDP という言葉を確認しておきましょう。GDP とは、その年に国内で生産された物やサービスの価値を
その時点の市場価格で合計した指標のことです。その時の価格で計算するので、物価が上がると実際に作られた商品の量が増えていなくても、名目 GDP が増えることがあります。一方で、円で計算した2024年度の1人当たりの名目 GDP は519万円で、前の年度より20万9000円増えています。円で見ると増えているのに、ドルで見ると日本の順位は低くなっています。ここが日本が貧しくなったと言われる理由の一つです。では、なぜ円はここまで安くなったのでしょうか。原因は一つではありません。いくつかの要因が重なっています。一つ目は、日本と海外の金利の差です。金利というのは、お金を借りたり預けたりしたときに、元のお金に対して何%の利子がつくかを示す数字です。例えば、100万円を年 1% の金利で借りると、単純計算では1年間の利子は1万円です。一般的に投資家は金利の低い国のお金よりも金利の高い国のお金を持とうとします。日本銀行も金利を引き上げてきましたが、物価の上昇を考慮した日本の実質金利は依然として低い水準です。実質金利とは物価の上昇を考慮した実際のお金の価値に近い金利です。実質金利は金利マイナス物価上昇率です。例えば金利が 2% でも物価が 3% 上昇している場合、実質金利はおよそマイナス 1% です。そのため、円を売ってドルなどの金利が比較的高い通貨を買う動きが起こりやすくなります。二つ目の理由は原油価格です。日本は原油や天然ガスの多くを海外から輸入しています。原油の価格が上がると日本の輸入代金を支払うためにより多くのドルを必要とします。その結果、円を売ってドルを買う動きが強くなることがあります。三つ目は日本経済の将来に対する見方です。為替は現在の金利だけで決まるわけではありません。この国の経済は今後成長するのか、この国の企業は将来も利益を生み出せるのか、という市場の予想にも影響されます。日本には人口減少、低い経済成長率、生産性、財政などの課題があります。ここでいう財政とは、国や地方自治体が税金などでお金を集め、それを公共サービスなどに使う活動です。例えば、政府は集めた税金を教育、医療、年金、子育て支援、道路の整備などに使います。国の支出が収入を大きく上回り、借金が増え続けると将来の財政に対する不安が強くなる場合があります。こうした課題によって円を積極的に買う理由が弱いと判断されることがあります。では、円安によって私たちの生活はどのように変わるのでしょうか。円安の影響を最も身近に感じるのは買い物をするときではないでしょうか。日本は原油や天然ガスだけではなく、小麦、大豆、飼料、コーヒー豆、カカオ、衣類、医薬品、工業原料など多くのものを海外から輸入しています。では、日本で使われているもののうち、どのくらいを輸入に頼っているのでしょうか。実は食料、エネルギー、衣類などをすべてまとめて、日本全体の何%が輸入品で、何%が国内生産なのか、
と表した公的な統計は確認できません。商品や分野によって海外への依存度が大きく異なるからです。ですが、私たちの生活に特に関係が深い食料とエネルギーについては自給率が公表されています。自給率とは国内で必要なものを自分の国の生産によってどのくらい賄えているかを示す割合です。2024年度の日本の食料自給率はカロリーベースで 38% でした。カロリーベースとは食べ物から得られるエネルギーを基準に計算する方法です。簡単に言うと、日本で供給される食料のカロリーのうち、国内生産が約 38%、海外に頼っている部分が約 62% ということです。ですが、海外に頼る約 62% のすべてが完成した食品として輸入されているわけではありません。例えば、日本国内で生産された肉や卵であっても、牛や豚、鳥に与える飼料を海外から輸入している場合があります。そのため、円安によって輸入飼料の価格が上がると、国内で生産される肉や卵の価格にも影響する可能性があります。一方で、食料自給率を金額で計算する生産額ベースでは、2024年度は 64% でした。これは国内で生産される野菜や肉などの価格が比較的高いためです。つまり、食料自給率は何を基準に計算するかによって数字が変わります。次にエネルギーを見てみましょう。2024年度の日本のエネルギー自給率は 16.4% でした。国内で確保できているエネルギーは約 16% で、残りの約 84% を海外に頼っていることになります。日本は原油、天然ガス、石炭などの多くを海外から輸入しています。そのため、円安になると同じ量のエネルギーを輸入する場合でも、円で支払う金額が増えます。その影響はガソリン代や電気代だけにとどまりません。商品を工場で作るときも、トラックや船で運ぶときも、そして店舗で販売するときもエネルギーが必要です。エネルギー価格が上がると国内で作られた商品にも影響が広がります。企業が増えた費用を商品の価格に反映することを価格に転嫁すると言います。2026年7月24日に公表された総務省の統計によると、2026年6月の全国消費者物価指数は前年の同じ月と比べて総合で 1.7% 上昇しました。全国消費者物価指数とは、日本の家庭が購入する商品やサービスの価格が全体としてどのくらい変化したかを示す数字です。英語では CPI と言います。食料品、電気代、家賃、衣類など様々な商品やサービスの価格を調べます。この指数が上がると、一般的に物価が上昇していると判断されます。生鮮食品を除いた指数も前年の同じ月と比べて 1.6% 上昇しました。ですが、物価が上がった原因のすべてが円安というわけではありません。原材料価格、原油価格、賃金、物流費、天候、政府の補助制度なども関係しています。それでも日本は食料の約6割を海外に頼り、
エネルギーの8割以上を海外に依存しています。そのため円安になると輸入食品だけでなく、電気代、ガソリン代、輸送費、さらに国内で作られる商品の価格にも影響が広がるんです。では、お給料が上がっても生活が豊かになったと感じないと言われる原因は何なのでしょうか。ここで重要なのが名目賃金と実質賃金の違いです。名目賃金とは実際に受け取る給料の金額です。実質賃金とはその給料で実際にどれくらいの商品やサービスを買えるかを示すものです。例えばお給料が 3% 上がったとします。これだけを見ると以前より豊かになったように感じます。ですが同じ期間に物価が 4% 上がった場合、お給料で買える商品の量は減ります。給料の数字は増えていても、実際の生活は苦しくなることがあるんです。大切なのは、給料が上がったかだけではありません。給料の上昇が物価の上昇を上回ったかという点です。円安によって輸入品や生活必需品の価格が上がる一方で、お給料が十分に上がらなければ、人々は前よりも貧しくなったと感じます。では、どうして日本は外国人にとって安い国になったんでしょうか。外国のお金を持って日本に来る人にとって円安は有利です。例えば、1000ドルを日本円に変える場合を考えてみましょう。1ドル100円なら10万円です。ですが、1ドル163円なら16万3000円になります。同じ1000ドルでも日本円で使えるお金が6万3000円増えます。そのため外国人旅行者から見ると日本のホテル、レストラン、交通、買い物などが昔より安く感じられます。2026年7月15日に観光庁が公表した数字によると、2026年4月から6月までの訪日外国人旅行消費額は2兆5096億円でした。外国人旅行者1人当たりの旅行支出は24万4000円です。また、日本政府観光局によると、2026年上半期に日本を訪れた外国人は2108万4800人でした。外国人旅行者が増えれば、ホテル、飲食店、小売店、鉄道などには大きな利益があります。日本で生活する人にとっては物価が高い。ですが、外国人旅行者にとっては安い。この反対の感覚が現在の日本の特徴です。ここまで聞くと、円安には悪いことしかないように感じるかもしれません。ですが、円安によって利益を得る企業や人もいます。例えば、日本企業が海外で1万ドルの商品を販売したとします。1ドル100円なら円に換算した売上は100万円です。1ドル163円なら163万円になります。販売した商品の数が同じでも、ドルで得た売上を円に換算すると、円での売上が増えます。そのため、海外売上の多い企業や輸出企業には円安がプラスになる場合があります。外国株式、外国預金、海外不動産などを持っている人も資産の円換算額が増える可能性があります。この円安によって企業の業績が順調に伸びているとニュースでは報道されます。企業は好調なのに、ではなぜ生活が苦しいと感じる人がいるのでしょうか。
例えば、日本企業が海外で100万ドルの利益を得たとします。1ドル100円なら円に換算すると1億円です。1ドル163円なら1億6300万円になります。企業が前よりも多くの商品を売っていなくても、円安によって円で得た利益は6300万円増えます。企業の利益が増えたように見えても、その一部は円安による換算上の増加かもしれません。また、2024年の日本では、海外投資から得る利子や配当などを示す第一次所得収支が約40兆2000億円の黒字でした。ここで利子と配当の意味を確認しておきましょう。利子というのは、お金を借りた人が貸してくれた人に支払うお金の使用料です。反対に銀行にお金を預けた場合は、預けた人が銀行から利子を受け取ることがあります。配当というのは、企業が得た利益の一部を株を持っている人に分けるお金のことです。ですが、企業が利益を出しても必ず配当が支払われるわけではありません。金額は企業の方針や経営状況によって変わります。日本企業や投資家は海外への投資を通して利子や配当などの多くのお金を得ています。ですが、その利益のすべてがすぐに日本へ戻り、国内の賃金や設備投資に使われるわけではありません。企業の利益が増えても、それが給料として生活者に届かなければ、家計は豊かになりません。これが企業は利益を出しているのに、どうして自分たちの生活は苦しいんだろうという疑問につながります。さらに現在の日本には、原油や食料品の輸入とは別の問題があります。それがデジタル赤字です。私たちは日常的に海外企業の動画配信サービス、クラウドサービス、オンライン広告、ソフトウェア、アプリ、AI サービスなどを利用しています。その利用料の一部は海外企業への支払いになります。経済産業省が2025年4月30日に公表したレポートでは、2024年の日本のデジタル赤字は約6兆7000億円と推計されています。2014年と比べると3倍以上です。日本はインバウンドによって外国人旅行者からお金を受け取っています。ですが、その一方で、日本の企業や個人は海外のデジタルサービスに多額のお金を支払っています。これからの日本に必要なのは、円安を利用して外国人に商品を売ることだけではありません。日本からも世界中の人が使いたいと思うデジタルサービスや、価格が高くても選ばれる商品を作ることが重要です。このような他にはない価値を付加価値と言います。ここまで円安の問題を見てきました。では反対に、円高になれば全て解決するのでしょうか？円高になれば輸入品が安くなることがあります。海外旅行や留学の負担も軽くなり、海外の商品やサービスを買いやすくなります。ですが、輸出企業にとっては不利になる場合があります。海外で得た利益を円に換算した時の金額が減るからです。日本国内で作った商品も海外から見ると高くなります。日本では2011年10月に1ドル75円台という歴史的な円高を記録しました。ですが、当時の日本経済も決して好調ではありませんでした。2008年の世界金融危機や
2011年の東日本大震災など様々な問題が重なっていたからです。そのため、当時の経済状況が悪かった原因を円高だけにすることはできません。円安と円高のどちらかが常に正しいわけではありません。重要なのは、為替の水準だけでなく、変化の速さとその時の経済状況です。急激な変化が起きると、企業も家庭も対応するのが難しくなります。今回のテーマは貧しい日本でした。ですが、日本から企業や技術、資産がなくなったわけではありません。海外で大きな利益を得ている企業もあります。インバウンドによって成長している産業もあります。日本全体にお金がないわけではないんです。問題はその豊かさが国内の賃金や投資として生活者に十分届いていないということです。これからの日本に必要とされるのは、日本で働く人がお給料によってどれだけのものを買えるのか、若い人がどれだけ自由に将来を選べるのか、そして企業の利益が国内で暮らす人に届いているのかといった視点が重要になってきます。これからの日本経済がこれまでと比べてまた強く国民が豊かになっていくことを願うばかりです。それでは今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。お疲れ様でした。